庫県神戸市にある旧外国人居留地跡に来ています。旧居留地は幕末の1853年ペリーの黒船来航後、開国しろとの諸外国の圧力に屈し、日本は1858年安政5年に諸外国と不平等条約と言われた修好通商条約を締結し、長年続いた鎖国政策を終わらせました。そして横浜、長崎、函館、新潟、神戸の5つの港を外国に開き、神戸は1868年明治元年1月1日に開港することになりました。日本人が入ることを厳しく制限され、治外法権が許された居留地が建設されました。居留地返還までの30年間、居留地は外国人が住み、貿易の場として開かれました。ヨーロッパの近代都市計画技術を使い、ジョン・ウィリアム・ハートというイギリス人土木技師が居留地を設計し、格子状街路、街路樹、公園、街灯、下水道などが建設されました。この形状は現在も変わっていません。外国人たちはすぐに商館の建設を始め、居留地は数年をかけて完成しました。敷地は整然と126区画に分割され、町にレンガや石で作られた重厚な洋館が立ち並んでいました。町の美しさは東洋一と謳われました。しかし日本人は居留地内での居住が禁止され、立ち入りも制限され、外国の治外法権が及んでいました。約30年間にわたり居留地は円滑に運営され、日本側と外国側との関係もおおむね良好であったと評価されています。現在でも神戸市立博物館や旧神戸居留地15番館、神戸商船三井ビルなど、いくつかの建物が建築当時そのままの姿を保っています。居留地建設から約30年後、1894年の条約、日英通商航海条約により居留地返還が決まりました。1899年7月17日、居留地返還の式典が実施されました。諸外国は居留地の権利と現金を含む財産を日本政府に返還しました。居留地が廃止されると、時代の流れとともに木造やレンガ造りの建物が姿を消し、鉄筋コンクリート造りの重厚なビル群が登場しました。旧居留地には多くの日本人が入り込むようになり、ビジネスの中心地として発展を続けました。第二次世界大戦が始まると、1945年6月6日の神戸大空襲で神戸の港や市街地が壊滅しました。旧居留地の建物は126区画のうち約 70% が破壊されました。1995年1月17日の未明、阪神・淡路大震災で旧居留地内にあった106のビルは大小様々な被害を受け、うち22棟は解体を余儀なくされました。震災から8年が経過した2002年には9割で再建が完了しました。では現在の旧居留地を巡ってみます。ここは現在の海岸通りです。この写真は明治の中頃の海岸通りの様子です。海
海岸通りを東に2番地がシップ神戸海岸ビル。1918年大正7年に完成していて、国の登録有形文化財に指定されています。旧海岸ビルは鉄筋コンクリート造りの4階建て。現代式と言われる直線基調に簡略化した匠が特徴です。3階、4階の間にある軒蛇腹や軒上のパラペットには唐破風が取り込まれています。阪神・淡路大震災後に改築されています。次に神戸海岸ビルの右隣3番地が商船三井ビルディング。1922年大正11年完成。海運業界が栄えた時代に建てられたアメリカンルネッサンス様式の建物です。外壁は石積み。最上部に半円形のペディメント、破風があり、優美な印象を与えています。海岸通りを東に8番地にある新興ビルディング。1939年昭和14年に完成。川崎汽船本社ビルとして竣工されています。シンプルなデザインが特徴的で、花崗岩を外壁に貼っています。屋上に装飾がなされたガラス張りの塔屋があります。東側の入り口には木製の回転扉があります。この建物は海岸通りの景観のアクセントになっています。次に新興ビル神宮隣になります9番地チャータードビル。1938年昭和13年完成。ロンドンに本拠を置くチャータード銀行神戸支店として1938年に完成しました。神戸旧居留地海岸通りを代表する近代建築の一つになっています。建物の正面中央に3本のイオニア式円柱があります。3階と4階はデザインは簡素です。ひさしデザインは東と西で異なり、これが躍動感を表現しています。ここは南北方向のメインストリート京町筋です。この写真は明治30年の京町筋の様子です。現在の神戸市立博物館付近から撮っています。日本人の立ち入りが制限されていたので閑散としています。奥の煙突は三宮方面です。京町筋を北に少し行くと神戸市立博物館、旧横浜証券銀行神戸支店、現東京三菱 UFJ 銀行。残念、工事してました。昭和10年に建てられ、国登録有形文化財に指定されています。6本のドリス式半円柱が並ぶ。古代ギリシャ風の外観と金鉱だった当時を思わせる吹き抜けのエントランスが特徴的です。次に神戸市立博物館の西隣、旧居留地内で個人的に一番興味深い場所です。それが旧居留地15番館。旧アメリカ領事館で1880年頃に完成しています。これは居留地時代で唯一残る建物です。非常に貴重なもので国の重要文化財に指定されています。17から18世紀にイギリス、スペイン、
オランダなどの植民地に発達した建築、コロニアルスタイルの商館です。使われたレンガは国産、屋根は日本のスタイルです。南側の2階にベランダがあります。この写真は明治19年アメリカ領事館時代の写真です。手前の建物が今博物館のあるところ、奥が15番館です。この建物は1995年の阪神・淡路大震災で倒壊しましたが、現在は復元されています。15番館の横にある居留地の下水道、明治4から5年に作られた近代下水道としては日本で一番古いもので、国の登録有形文化財に指定されています。下水道管は神戸付近で焼かれたレンガを使っています。南北の道路に沿って6本1880メートル敷かれていました。現在でもその一部は現役で使われています。では次に、明石町筋を北に神戸大丸方面に向かいます。早朝の神戸大丸、現在の神戸市の象徴的な場所です。1936年に完成した店舗は、阪神・淡路大震災による損傷が大きく解体されてしまいました。1997年に復興グランドオープンすることができました。神戸大丸の南隣にあるのが旧居留地38番館、アメリカの銀行旧シティバンク神戸支店として1929年に建てられました。現在は大丸が所有しています。エルメス、ルイ・ヴィトンなどの店舗として利用されています。建物の正面にイオニア式の4本の円柱があります。建物の両端は石積みを目立たせたアメリカン・ルネッサンス様式です。続いて神戸大丸の東隣、旧居留地47番、日家ビル。1937年、昭和12年に建てられました。1階は御影石で建設されています。乳白色のタイルは2階以上に貼られていました。現在はアルミニウム板が建物についています。相生日清同和損保神戸ビル。1935年、昭和10年に完成しています。当初から保険会社のビルとして建てられたアメリカンスタイルのビルです。1階から3階に届く縦長のアーチ窓はロマネスク調で仕上げられ、美しいレトロビルとなっています。日本真珠会館。1952年、昭和27年完成。1階に黒御影石を用い、2階以上に乳白色のタイルを用いています。近代化産業遺産及び国の登録有形文化財に登録。また、日本真珠会館とポートタワーは日本モダニズム建築100選に選ばれました。神戸朝日ビル。1934年、昭和9年に神戸証券取引所として建てられました。古代ギリシャ式の柱が取り付けられた、緩やかにカーブした壁面を持つ特徴のある建物です。かつては旧居留地のシンボルといえる建物でありました。建物の紹介は以上です。居留地内には建物のほか、旧三菱銀行中東、
居留地内の門柱68番、124番の日、108番近藤商店の古いレンガ造りの建物の一部など、旧居留地の面影を見ることができます。またゆっくり散策したいです。最後にメリケンパークをどうぞ。神戸といえばここですね。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。